慢性的に腰痛い、お腹が痩せない、すぐ疲れる。これ、一つでも、あれと思った人、手が上がりそうと思ったら、朗報です。ほんまこれ、放置すると将来、歩けんようになる可能性もあるから、一緒に解決しよう。どすこい、セルフケア教室の生徒の皆さん、戦わない格闘家整体師のノブです。戦わんのかいと思ってる皆さん、実は相撲をやって手術で歩けんようになることもあり、引退しました。そこで今回はノブ先生の考える2分立ち腹筋でリンパを流して腰痛まで解消し、体全体の悩みまで解消するセルフケアの授業になります。ノブ先生も膝手術して腰ヘルニアで歩けるようになったことあるから、皆さんの気持ちは痛いほどわかる。ほんま一緒に解決しよう。これ簡単にできるから。ここでこのコミュニティの皆さんにお伝えせなあかんことがあります。今回あれと一つでも当てはまった人にやってほしくない行為があります。このようにリンパが詰まっているところや痛いところをもみほぐしたいです。これほんま飽きません。狙ってる筋肉が違います。ここで今回の症状一つでも当てはまった人の解消方法は、まあ聞くのめんどくさいけど、聞くと自分や大切な人の健康貯金の財産になるから、数分だけほんま聞いて。体にはズボラでサボってる筋肉があって、通称ズボラ筋と呼んでるんやけど、そのズボラな専門的な筋肉を狙って働かせてないから、リンパを詰まらせたり腰痛になる。そうなると関節の動きも悪なって神経を圧迫し、脊柱管狭窄症まで発症し、歩けんようになる可能性があります。その貴重な情報のズボラ筋がちゃんと働いてないのが本当の原因になります。ではどうすんねんということで、格闘家整体師ノブ流の解消する流れとしては、今回の専門的なズボラ筋のセルフケアは2つ。でもこの体操のエクササイズは立つだけで誰でも簡単にできるから安心してほしい。そのズボラ筋1つ目、肋骨背骨骨盤までつながり支える腹横筋という筋肉。ズボラ筋2つ目は背骨骨盤股関節太ももの内側までつながり支える腸腰筋という筋肉。ここを専門的に狙って動かし働かせます。結果ズボラから脱却させてちゃんと動いて働くから、お腹と背中側で背骨骨盤股関節を支えて正常化し安定するので、腰痛も解消し、脊柱管狭窄症や神経の圧迫も回避できるので、将来歩けんようになるのも予防できます。そしてその症状が解消すると深部のインナーマッスルが活性化し、股関節の周りの筋肉も緩むので、結果代謝も上がり脂肪が燃焼し痩せれて、股関節の前にある鼠径部のリンパの流れも良くなります。リンパが流れると老廃物も流れるから、若々しい体も手に入ります。ほんまズボラ筋をほったらかしといたらえらいこっちゃなんです。それでは動画今日はここら辺で早速実践していきましょう。めちゃめちゃ簡単です。まず最初にチェックをします。腰の動きの前に行ったり後ろに行ったり、体をこのようにひねってみたり、そして体を倒したりっていう柔軟性をチェックします。そして終わった後にこの柔軟性がアップしているようでしたら、セルフケアもちゃんとできているということもチェックできます。では早速立ち腹筋をやっていきましょう。まず1つ目の腹横筋からです。まず最初に肩幅に足を開きます。次に右足からやっていくので、画面越しでは左に見えますが、右足を一歩後ろに下げます。そのまま下げた足を内股にします。次に頭の後ろにこのように手を組んでもらい、胸を張ります。そのままの状態でそちらの方向に骨盤をぐっと出します。そして肩をぐーっとこのように下げていくと脇腹のところに力が入りますので、そのままの状態で10秒間10秒かける3回やっていきます。ではいきますよ。ガーッと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。もう一回いきますよ。ぐっと出して下げます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ラストいきましょう。ぐーっと頑張って脇腹ですよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。これするとくびれもできちゃいますから。では反対も同じように、まず肩幅に足を開きます。次に片方の足を一歩下げて内股にします。そのまま頭の後ろに手をこのように組みます。次に頭の後ろに手のひらをつけて胸を張ります。そのままの状態で骨盤をそちらの方向にグッと出して肩を下にグッと下げていきます。そうすると脇腹のところに力が入りますので、そのまま10秒間10秒かける3回です。
ではいきますよ。ぐっと下げて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。もう一回いきますよ。出して、下げて、脇腹。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ラストいきますよ。ギュギュギュッと。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。では、2つ目の腸腰筋やっていきましょう。まず右足です。画面越しでは左ですけど、片足をこのように上げます。この時、グラグラする時は横とか持ってもらっても構いません。そのまま股関節を少しこのように開きます。次に足の指が下に向いてますので、それを前の方に向けます。そのままの状態で、かかとを天井の方にぐっと上げます。これ、そんなに上げすぎなくても上げれる範囲で構わないです。そうすると股関節の前、そしてお腹の前のところに力が入りますので、そのままの状態で10秒間、10秒 ×3 回です。ではいきますよ。ぐっと 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。もう一回いきますよ。ぐっと。そんな無理しなくていいですからね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。そしてこの時に足が反ってる人はちょっとダメなので、軽く指は握ってもらう方がいいです。ラストいきますよ。グッと 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。意外にきつくないですか、これだけで。では反対も同じようにやっていきます。まずはこのように足を上げます。次に股関節を少し開いて足の指を前に向けます。そのままの状態でかかとが天井の方に行くように上げれる範囲で上げます。そうすると股関節の前、お腹の前のところに力が入りますので、そのままの状態で10秒間、10秒 ×3 回です。ではやっていきます。ギューッと上げます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。もう一回いきましょう。頑張って皆さん。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。ラストいきますよ。本当にラストです。ぐるっと。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。あと、最後にこのエクササイズの後に合わせておすすめな骨盤矯正セルフケアの方法もご紹介するので、最後まで注目して見てちょうだい。では、もう一度最初にやったチェックを行いましょう。まず前かがみの方ですね。僕でも結構行くようになってます。そして次に後ろもです。後ろもだいぶ行くようになってます。体をひねります。これだとかなり後ろまで向けるようになってると思います。次にこのまま体また押すと、体も先ほどよりかめちゃめちゃ倒れやすくなってると思います。これ立ってできるし、正確にはたったこれだけ。めちゃめちゃ簡単でしょ。この毎日たった2つの行動力、これがセルフ健康貯金への秘訣ですからね。ほんま貯めてほしい。ほんまここまで注目してみてくれた生徒みんなの高評価、チャンネル登録、コメントが私の最大の原動力になりますので、応援よろしくお願いいたします。ここでお話ししていた最後に今回のエクササイズをすると柔軟性も上がり、関節の動きも安定するので、後におすすめな骨盤矯正セルフケアを一緒にやってお別れしましょう。なので先ほどの続きでやってもらうと一番いいです。まず最初に片足をこのように上げます。この時もグラグラする時は全然横を持ってください。そのまま足の指をこのような形で内側に向けます。次に足の裏をすねのところにくっつけて軽く押さえます。そのままの状態でおへそを前にグッと出すと内もものところに力が入りますので、そのままの状態で10秒間、10秒 ×3 回やっていきます。これをすると骨盤も立って姿勢もちゃんと伸びるので、合わせてやってみてちょうだい。これ両方やってくださいね。それではまた次回お会いしましょう。